こんにちは。育休後コンサルタントの山口です。今日は育休後にキャリアアップするためにはどうすればいいですかというご質問にお答えしようと思います。キャリアアップといってもいろいろあると思うんですけれども、ここでは2つの側面についてね、お話ししたいと思います。一つは会社の中でキャリアアップするということ。昇進昇格を目指したり、給料を上げたりするということですね。で、そういった面に関してはですね、まずやっぱり今自分が自分の部署で任せられている仕事、任せられている役割、これをきちんと理解して果たしていくということです。で、その会社の中で自分がその目標管理みたいなね、そういう制度があれば、今期の目標は何なのか、今年の目標は何なのか、それがどれだけ達成されているか、そういったことをちゃんと自分のやるべきことを理解してその目標を達成していくということ、これがやっぱり、社内で昇進昇格や昇給のためには大切かと思います。で、そのためにはですね、やはりその自分のやるべきことを理解するとともに、自分の評価にこだわるということですね。例えば、良くない例で、その短時間勤務の制度を使うと、それだけで評価が下がるということがよく聞かれます。で、実際これは起きていることで、正しくないことなのにもかかわらず、短時間勤務だから、残業している人よりも高い評価をつけるわけにはいかないみたいな、そういうマネージャーがいてですね、その考え方自体が間違っているわけですけれども、そういったことがもしあったら、自分に起きたらですね、その低い評価が納得できない場合は、なぜこの評価なのかと言って詰め寄るというよりは、詰め寄ってもいいんですけれどもね、あまりにも理不尽だったら。あのそういう言い方がちょっと自分は難しいなっていう方はね、もしくは時短だから評価が下がったのか、それとも自分のパフォーマンスが悪いのかわからないっていう時はですね、評価の結果に対して、この評価をもっとこれから上げていくためには自分はどういうところを頑張ればいいのかということをストレートに聞けばいいと思います。そういう聞き方をすると上司はですね、あなたはここのところがもうちょっとこうふうになると成果が出ると思いますよみたいなことを言ってくれると思うんですね。自分が伸ばすべきところを上司に直接聞くということも大切かなと思います。それから社内でやはりそのね、こう自分がきちんと成果を認められるためには発言ですね。いろいろな場面で、例えば家内の打ち合わせだとか、そういったところできちんと質問をしたり発言をしたりする、自分の意見を言うということですね。そういった会議の場で意見を言えなくて後で、周りの人と話すということではなくて、その思い切って手を挙げて質問をしたり自分の意見を発表したりするということ、そういったことをきちんとやっていくことですね。それによって、社内であの人はいろんなことをちゃんと考えて仕事をしてるよねというふうな評価につながるかなと思います。それから育児をしているとついですね、今日明日の子供の体調とかで明日会社に来れないかもしれないとか、目の前のことに気持ちが持っていかれてしまうと思うんですけれども、それは仕方ないと思うんですけど、時々ね、中長期的なことをも考えてほしい。5年後、10年後、自分はどうなっていたいのかということですね。で、そういったその少し先のことを見据えて、今何をすべきかとか、そういったことを考えるということです。で、子どもの体調とかいろいろな時間的制約で、思うように成果が上げられないことがあると思うんですけれども、それは長い時間そういう状況が続くわけではないので、そこに対してあまりネガティブにならないことです。例えば時間の制約があるからこれこれができません。例えばこの時間帯の会議には打ち合わせには出られないとか、ここへの出張はできないということが発生すると思うんですけれども、その時にね、必ず代替案を伝える癖をつけておいたらいいと思います。例えばこの時間帯の打ち合わせには出られないけれども、こちらの時間帯にしてもらえれば出られるとか、例えば会議には出られないけれども、事前にお願いしたことを誰かが発表してくれたら、それで自分は出られなくてもそこの会議に対して貢献できる、もしくは会議が終わった後のフィードバックというか、どういった内容の話し合いが行われたかというのを後から教えてもらえれば出られなくてもそこの担当はできますとかですね、そういう言い方を
するということ、できないことをできませんというだけじゃなくて、こうすればできますという言い方に変えて、両方を伝えるような癖をつけましょう。例えばこちらのお客さんの出張には行けないけれども、もしオンラインで会議をするということであれば出られますとか、それから誰々さんが出張行ってくれるのであれば資料を私が作りますとか、そういうふうな形でできないこととできること、できないことを伝えるときには代替案を一緒に伝えるという、そういう癖をつけていきましょう。でここまでね、社内で評価を上げていく、昇進昇格、給与を上げていくということをお話をしてきましたけれども、それ以外にも自分自身の人材としての力を強くするという観点もぜひ考えてほしいと思います。でこのことは社内での評価を上げることにも当然つながります。でそれは何かというと、勉強をするということです。自分のやってる仕事に関係する最新のニュースや情報を常に入手する。例えば新聞だとか業界の情報誌、情報サイト、メルマガ、そういったものを毎日とか定期的に入手して、なるべく有料のものをそこに入れるべきですね。いろんな情報源があると思うんですけれども、いくつかに関してはお金を払って、偏らない情報を、しかも最新のものを定期的に収集してください。それから仕事上資格がものを言う場合は資格の勉強をするということですね。そういった勉強を積み重ねていくということ、これが人材としての価値を高めることになります。今の会社以外のキャリアも視野に入れているという方はですね、そういったその会社の中の価値だけではなくて、どこでも通用する人材的な価値を身につけておくと、転職の際にも非常に役に立つかなと思います。で子育てしながらそういった時間を生み出すのは難しいという方はですね、子育てが、大変な時期はしばらくそこに着手しなくても大丈夫です。で子育てが落ち着いてから子供が何歳ぐらいになったらこういうことを始めようかなということを今から計画しておくといいと思います。で、いや今すぐそういった勉強とかはやりたいんだという人は自分の時間を作る工夫をしてみてください。例えば家事を家電製品に頼るとか、それからパートナーと分担をして自分の時間を確保させてもらうだとか、いろいろな有料なサービスを使って、例えば子どもをシッターさんに預けるとか、一時保育を使うとか、そういったいろいろな手段でね、家事代行を使うだとか、自分の育児家事の時間を少し減らして、その分を自分の人材としての価値を高める時間に充てるということ、そういった考え方もぜひ理解して、自分でやってみてください。今日はキャリアアップをするにはどうすればいいかというご質問にお答えしました。大きく2つ、社内での自分の価値を高めるための行動、それから、どこでも通用する人材としての価値を高める方法についてお話ししました。また次の動画でお会いしましょう。